サリーどうも。今回はやっぱりチョコが活躍する時期だと思うんですよ。いつもより板チョコが輝いて見えますからね。これで簡単なタルトを作っていこうと思います。ちなみにこれ後で見返してて思ったんですけど、決してロッテさんの案件ではないですからね。冒頭でデカデカとガーナが出てきましたけど、はい。それで言うと、僕ね、今回オリジナルのコーヒーを作ったんですよ。それをね、ちょっとこれから作るチョコと合わせて紹介させてもらえたら嬉しいです。まずチョコレートは細かくカットしておきます。ちなみにこのレシピはお菓子作りがちょいと苦手だよっていう人でもね、比較的簡単にしっかりとした仕上がりでできると思うんでね、ぜひ参考にしていただけたらと思います。チョコレートの下にはクッキーのね生地引いておくんで、おやつで食べようとしてたけどついつい余りがちになっちゃうこういったビスケットをね細かく砕いておきます。それでこの砕く大きさちょっと粗めにして食感残したいなっていう方はねそれでもいいと思うんですけど、より細かくして綺麗に伸ばせるようにしといた方が隙間とかねできなくていいと思うんですよね。なんで個人的におすすめするのは、しっかりと細かくしておくことですね。でビスケットの生地だけだとちょっとね味わいがアクセントが欲しいなってなると思うんで、そういった方にはこういったナッツ、僕はローストした、マカダミアナッツを少し加えてます。それでこの後はですねチョコレートを溶かす作業です。まずは、鍋にお湯を入れて軽く沸かしておきます。その間にですねコーヒータイムいっちゃいましょうか。今回は自宅にいながら世界中のロースタリーの美味しいコーヒーを楽しめるサブスクポストコーヒーさんとのコラボ。このポストコーヒーさんは無料のコーヒー診断をすると30万通りの組み合わせの中から自分の好みに合ったとにかく美味しいコーヒーを毎月ポストに届けてくれます。すげえ、マジすげえ。コーヒーはやっぱ自分の生活の一部ですからね。こういったサービスで日々の生活が豊かになるっていうのはすごくいいですね。そんな並々ならぬこだわりを持つポストコーヒーさんと私が理想とする日常使いのコーヒーを作れちゃったってわけです。それでですね、実際にポストコーヒーさんのオフィスにお邪魔して焙煎士の方とカッピングをしました。それで目指した味はレストランで最後に飲む一杯っていうよりも毎日飲みたくなるようなそんな味に仕上げていきました。実際に焙煎士さんに僕のコーヒーの味の好み伝えて豆をある程度選定していただいて、じゃあその中からどういう組み合わせにしていくのかっていうのを話しました。選定してはもらったんですけどね、それでもかなりの数のコーヒー飲み比べしましたね。その中で、どういう風に組み合わせるのか、何種類組み合わせるのかで比率はどれぐらいなのかっていうのをね細かくここで調整する必要がありましたからね。まずコーヒーの味のベース、方向性ですよね。それを決めてしまうことがすごい重要だと思ったんで、 2,3 個目ぐらいにね味を見たルワンダの豆がすごく緑茶を思わせるような安心感のあるニュアンスだったんで、ここから組み立てていった感じですね。ピュアな酸味を持つ豆をそこにさらに加えて、でも薄っぺらくならないようにナッツ感もしっかりと感じるように深入りの豆も加えて、上品な余韻がねしっかりと後に残るような仕上がりにしました。それで完成したのがこちらですね。パッケージがもう素敵。さぞいいお豆が入ってるんでしょうね。そんなオリジナルコーヒーは後ほどこのチョコレートのタルトが完成したら一緒に楽しみたいと思います。用意しておいた湯煎の上でホワイトチョコ1枚を溶かしていきます。今回ね比較的作りやすい分量にしているつもりですね。
ホワイトチョコとかも1枚使い切りとか、そういう感じなんで。そしたら砕いておいたビスケットも加えていきます。あんまり冷たいところでやらない方がいいですね。ホワイトチョコが固まっちゃうんで、比較的あったかいところで作業することをお勧めします。細かくしたナッツも一緒に加えちゃいましょう。それでホワイトチョコが、固まってくる前にしっかりと全体に合わせておきます。そしたら正方形の型を用意して、これでも丸でもいいんですけどね、ホールケーキ型っていうんですかね、それに入れても構わないです。どちらでも。なので私んちちょうど正方形あるわ、そんな方には正方形をおすすめします。四角い型ですね。これで冷蔵庫でさっきのビスケット生地固めてる間に上に流すチョコレート、これも作っていきます。まず生クリームですね。 150ml、 ちょっと多めだと思います。 200ml で1パック使い切りでもよかったんですけどね、ちょっとうまく固まるか不安だったんで 150ml にしました。それでチョコレートに加えてチョコを溶かして混ぜていきます。この時に下にあったかいダスターとか置いて作業すると、このねチョコレートの温度が下がりづらくて丁寧な仕事ができると思います。さっきのホワイトチョコレートで作った時の生地と同じような、感覚というかイメージですね。見た感じダマもなくてかなりしっかり混ざって滑らかになったんで、これぐらいになったら OK ですね。冷やしておいた先ほどの生地の上にチョコレートを流していきます。あんまりねこの時もためらわないでドカッといった方がいいですね。どんどん温度は下がっていっちゃいますから、一気にいった方が綺麗にいくと思います。そして高さが全体に均一になるように軽く叩いて、再度冷蔵庫に入れて 3,4 時間ほどですかね、冷やして固めます。とこんな感じでね、しっかりと待つことが大事ですね。型からね外すときついね、なんか冷やしきってないのに外したくなっちゃう気持ちがあるんですけどね、そこはちょっと我慢してしっかりと冷やせば、こうやってね難なく型から外すことできますからね。端っこはちょっとね切り落としておいた方が綺麗に見栄えがいい感じになると思います。で温めた包丁の方がいいですね。チョコレートはどうしても硬くてひっついてきちゃうんで、カットしたら包丁は一回一回しっかりと拭いた方がいいです。チョコレートがねついたままもう一回次のカットに入っちゃうと断面があんまりね綺麗じゃなくなっちゃうんで、それで上からはココアパウダーをまんべんなく振りかけます。あとはお好みのサイズにカットしていきましょう。長方形でも正方形でもね、一個一個が小さくても大きくても本当にお好みですね。この時ちょっと思ったのは、カットしてからココアパウダーかけた方が良かったなっていう、ちょっとね見栄えをね焦りすぎましたね。ココアパウダーがもう待ってたんですよね。なんならちょっとせかしてるぐらいな感じで佇んでたんで、ちょっと急いじゃいました。というわけでカットもできたんで、盛り付けドレッセンに行きます。もうねこれは好きなだけ盛り付けましょう。さあそれでいよいよねやってきました。オリジナルコーヒーです。せっかくなんで手動で豆ひきました。機械でひけるの持ってるんですけど、手動でひきました。めちゃめちゃ香る。すごい滑らか。これガーナのチョコだけで作れちゃうって最高だな。このクッキー生地がうまい。これは絶対コーヒー飲みたくなるでしょ、間違いない。いやもうやっぱ美味しいっす。まず純粋に美味しい。緑茶のようなすごい安心感があって、それでいてリンゴのような酸味もあるけど、その酸味はとにかく穏やか。
少しこう深入りした豆の香りも少し感じるみたいな、そうね、バランスがちょうどいいですね。ナッティー感もちゃんとあるっていう。これ毎日飲んでて全然飲み飽きないのに上品でこうちょっとリッチ感がある。もうね、求めてたコーヒーは俺はこれだと思ってます。購入方法がいくつかパターンありまして、単品での購入がまず可能です。コーヒーの豆か粉、もしくはよりお手軽なドリップバッグがあります。あとはこれにガレット・ブルトンヌというフランスのクッキー、僕がチーズケーキとかを作ってるノイエというブランドの新商品なんですけど、こちらがついてくるバレンタインの特別セットっていうのもあります。バターのリッチ感と程よい甘じょっぱさが最高のバランスなんで、ぜひコーヒーと合わせてほしいです。その他にはサブスクサービスをご購入の方は初回ボックス3種類のうちの1つがこのオリジナルブレンドになります。なんと500円クーポンもあるそうです。いいな。レビュー機能もあるんで、次の月からさらに自分に合ったコーヒーがカスタマイズされるといった、そんな感じで精度がどんどん上がってくるんで、これ毎月楽しみですよね。どれぐらい楽しみかっていうと、週刊少年ジャンプぐらい次が楽しみですよね。というわけで、チョコのタルトとオリジナルコーヒーでした。購入方法はぜひ概要欄の方リンク見てください。それじゃまた次回の動画でお会いしましょう。アビアント。僕も結構初めて飲むコーヒーがあるんですよ。このラインナップで多分新豆でまだ出してないやつを。不安だな、なんか香りがいいし、いいですよね。ちょっと酸味がある。やっぱこの3種類ですね。